こんにちは、加藤です。今日はコメント欄にいただいた質問にお答えしていこうのコーナーです。前にテーブルの調子の付け方について質問させてください。手前に来るにつれて角度が徐々に水平から立ち上がってくることで、上から見下ろしている感じや手前から奥に向かっていく感じを表現します。漫然と線を引いているわけではなく、どのくらいの角度なのか感じ取りながらタッチを入れます。とおっしゃっていますが、その感覚は習得できるものなのでしょうか？というわけで、この床面にどんな角度のタッチを入れたらいいのか、今日はその質問に答えていきたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。今、テーブル上にグリッド、マス目を引いた上に間隔を置いて紙コップを配置しているんですけれども、これを一つ例にとってお話していこうと思います。勘のいい方はもうお気づきだと思うんですが、遠くに行くにつれてこの角度が水平に見えている。例えばこの右サイドのこっちの右側のこの角度について見ていきましょう。奥の方に行くにつれて、視点が上に行けば行くほど水平に近づく。下に行けば行くほど角度が少し立ち上がってくる。こんな風な、これは今回は二点通し。例えば、この行く先のどこかで交わる。この行く先のこっち側ですね。左側の奥のどこかで交わる。そんな風に、右のどこか、左のどこかっていう風に、消失点を設定したような、そんなグリッドの向きで配置しているんですけれども、この角度をね、この角度を参考に床面を描いてみるといいと思います。あともう一つ例としてですね、例えばこんな風にちょうどこれで真ん中かな、自分の立っている、座っている、自分の見ている位置から真正面奥に向かって、これは一点通しのこの消失点の捉え方なんですけれども、ここに対して横に行くにつれて角度が斜めになって見えてくる。左サイドも徐々に斜めになって見えてくる。こんな風にどこか一点、この一番奥に消失点があって、そこに向かってこのグリッドが集まっていくような、そういった、捉え方もできると思うんですが、その場合はまずこの水平な角度がですね、遠くに行くにつれて間隔が狭く、手前に来るにつれて間隔が広くなってくる。これは捉えやすいと思うんですよ。つまり皆さんが床の影を描くにあたって、手前のこの角度、水平なこのタッチが遠くに行くにつれて密度が上がっていくっていう考え方、捉え方ですね。だけど、このグリッドを活用した床を、タッチの集積で描いていこうとしたときに、この角度とこの角度がクロスするので奥行き感って感じる。そんなわけで、この角度だけではなくて、よくいますよね。床面の影を描くときに水平なタッチだけで描いていこうとする人、いますけれども、この角度プラス、このね、消失点に向けて一点通し、図法的な、ここに向けて、この斜め奥へ向かって集まっていく角度も一緒に、影を描く際にですね、床を描く際に、この角度も感じさせてあげると、奥行き感っていうのははっきり出せるんですよね。なんですが、一般的に卓上の生物でこういう角度を書き入れる人ってあんまりいないと思うんですね。つまり表現しにくい。水平なタッチは自然に見せるのに役立つんですけど、この角度をあんまり作為的にというか声に入れても、なんか不自然な感じがするせいか、あまりこの角度は使うけど、この角度はあまり使わないっていう人が多い気がしています。そういうことも相まって、私は床面を描く際にはこの二点通しというか、右サイドのどこか、左サイドのどこか、2点消失点があるような
こういうグリッドの方向でものを見ていくと、床面を描く際のタッチの角度、こういう角度ですね。床を描く時の角度が奥へ行くにつれて水平に近づいていく。奥に行くにつれて水平に近づいていく。そういったことが表現しやすくなると思います。では実際にですね、クロッキー帳を隣に用意したので、ここに書きながら少し説明していきましょう。はい、ではですね、テーブルを描く際に、テーブルにいろんなものが乗っかっていると、今回は紙コップがいくつか乗っかっていたりするわけですけれども、こんな風にいくつか紙コップがあって、そのテーブル面を描く際にどんな角度でタッチ、調子を入れるかっていった時に、遠くに行くにつれて、これが例えばアイレベル、目の高さがこの辺としましょうか。この辺に対して遠くよりも手前の方がタッチが荒くなってくる。遠くよりも手前の方が間隔が広くなってくるっていうのに合わせて、例えばこの今言った2点通しで言うと、こういった角度です。こういった角度が徐々に上に行くにつれて、視点が上に上がる、奥へ行くにつれて水平に近づいてくる。手前に来るにつれて徐々に角度が立ち上がってくる。こんな風な、例えばちょっとどこかを例にとりましょうか。こんな風なジグザグを例にとって、今テーブルに置いたグリッドをいくつか拾い上げてつないでみると、こんな風なジグザグな、雷型のラインが引けると思うんですけれども、遠くは水平に、手前は少し立ち上がってくる感じ。そこに卓上に物が置かれている。今回は紙コップだったり、こんな風に床面を描く際のこの影を書き入れる時のタッチの向きですね。タッチの向きが少し立ち上がってきて、で徐々に遠くに行くにつれて寝てくる、水平に近づいてくる。そういったどんな角度で描いていいかわからないっていう方は、例えばこんな風な、正方形を書き入れた紙を用意して、自分のいつも描いている卓上にちょっと上に置いてみるといいと思います。こんな風にですね、紙を置いてみる。で、自分の思う角度に設置して、で、どのくらいの角度で見下ろしているのかっていうのを確かめながら描いてみるのをやってみてはいかがでしょうか。なんかあまり綺麗な図ではないですね。ここでは、あとね、もう一点、気にしてほしいのが、この影のこのシルエット、形を描く際に、例えば今右上からの光なので、こんな形で影ができているんですが、この通りに色を塗るというか、タッチの向きなぞるんではなくて、いいですか？このね、グリッドに沿ったこういう角度でタッチを書き入れた後で、必要な形に練りゴムで消して、周りの形を整えて、必要な形を残す。そんな風に考えてください。この形の通りに書きやすい向きでなぞるんではなくて、水平とか、右利きの人は右上から左下にかけてのこういうタッチでですね、こういうタッチで書くんではなくて、このグリッドの角度に応じてタッチを入れる。グリッドの角度に応じてタッチを入れてあげると、上から見下ろしている台の傾きに沿った、タッチ、角度になってくれます。で、影の形、シルエットに関しては、後から練りゴムでこうやって消して、いらないところを消して、必要なこの形が残るようにしてあげればいい。つまり、形を捉えることとタッチの向きを別物として
分けて考えるとうまくいくと思います。はい、今2つほど手前の2つほど書きましたけど、この辺に来ると、真ん中辺に来るともうちょっと角度が水平に近づきますよね。影を描く際のタッチの角度がもうちょっと水平に近づきます。で一番奥にあるものなんかはもっと水平に近づく。そんな風に、グリッドに応じた角度でタッチを入れること。できた影は練りゴムで形を整えて必要なシルエットというかフォルムにしてあげる。形と角度は別扱い、別物として捉える。はい、よろしいでしょうか。今日は床を描く際にどんな角度でタッチを入れたらいいのかわからないという方に向けて、グリッド、このマス目を利用したタッチの向き、床面をどのくらいの角度で見下ろしているかを迷う方はですね、実際にこういったマス目を引いた紙を用意して、確かめてみることをお勧めしますという動画でした。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。いかがだったでしょうか。ウニアトリエではこのような皆様からのご質問をいつも受け付けております。普段自分で絵を描いていて、こんなところで困ったとか、これはどうなってるんだろうっていうような素朴な疑問、質問ございましたら、下のコメント欄に記入していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。